Go! 巻き割り用のドリルを Amazon で買いました。実際に巻き割りをしてみます。Amazon で巻き割り用のドリル 42mm というものを買いました。開けてみたいと思います。巻き割りに関してはできるだけ効率的にやりたいなと思ってるんで、値段が高くなかったんで買ってみました。 Amazon でだいたい2000円でした。安い割にはちゃんとしたケースに入ってましたね。それでこのドリル本体が結構ずっしりと重くてですね、丈夫そうな感じなんですよ。それでこの接続のアタッチメントが4つついてました。これは SDS だと思いますけども、違いがよく分かりませんね。何が違うんでしょうか。それでこれがインパクト用で、こっちが普通のドリル用ですね。本体は結構本当に重たくてずっしりと丈夫そうな感じがします。この前山から取ってきた薪があるんで、早速割ってみたいと思います。うちにはこの4種類のドリルがあるんで、ちょうど全部付けられるアタッチメントが付属してたんで、1個ずつ試してみたいと思います。まずはこの 14.4V のインパクトドライバーから。これは多分ヤブニッケイっていう木だと思うんですが、クスノキと同じような匂いがします。では割ってみます。そんなに簡単ではなかったですけども、まあ一応割れましたね。次は同じくマキタの 18V 振動ドリルです。こうやっていろんなアタッチメントがあって軸を付け替えられるっていうのはなかなかいいですね。ただのドリルモードだと一回噛んじゃうともう動かないですね。振動のモードにしてもやっぱりダメですね。もうこれ以上いきません。一旦噛んじゃうともうドリルの場合はもうなんかもう本当ダメですねこれ。で逆回転にするとアタッチメントだけ取れて本体は刺さったままというね、なんかもうこれダメですね。はい、力のない、ドリルはダメということですね。次は日立の振動ドリルです。コンセントに挿して使うタイプの振動ドリルです。さっきマキタの振動ドリルで外れなかった、本体このまんまをつけたまんまでやってみたいと思います。このままだと多分薪が回転してしまうと思うんで、この間に挟んで、これでどうでしょうかね。
ダメですね。さっきと同じ状態で入っていきませんね。やっぱり逆回転にするとアタッチメントだけ外れるっていう状態になりますね。もう一回取り付けてみて、かなり食い込ませてから逆回転でどうでしょうか。やっぱり軸が取れるだけですね。今度はマキタのハンマードリルです。これはコンクリートをはったりすることもできる強力なハンマードリルです。やっぱりさっきの状態のままこの軸だけ付け替えてやってみたいと思います。これが僕が持ってるドリルの中で一番強力なんで、これなら割れると思いますけどね。やってみます。意外とダメですね。入っていかないんですよね。おかしいですね。モードがおかしいのか、ちょっと他のモードで。いや、やっぱダメですね。ちょっとこれは意外でしたね。ハンマードリルでも入っていかない。もしかしたらこの木が硬かったのかな。アタッチメントの軸も取れなくなってしまったんで、スパナで取っています。それで本体はしょうがないんで、くさびで割って救出です。さっきインパクトドライバーの時だけ割れたんで、もう一回これでやってみたいと思います。半分になったやつを割ったんで割れましたけど、でもインパクトの方がなんとなく感覚的に強いような感じがしますね。この半分になったやつをハンマードリルで割ってみます。やっぱり割れますね、ハンマードリルでも。じゃあこっちの太いのはどうでしょうか。ひびは入ったんですけど、ちょっとやっぱり力が足りないみたいですね。ここでこれをインパクトに取り替えてみます。なんと折れました。もうこういうことがあるんでね、もう本当に嫌になっちゃいますよね。買ってすぐ壊れるっていうのは本当にね、もうやる気がなくなるんですよね。でも Amazon で2000円なんで、なんとなく予感はしてたというか、こんなこともあるのかなって感じですけどね。
まあでもインパクトのビット、普通のビットも折れることはあるんで、まあしょうがないですかね。だけど一つ気がついたことがありまして、ちょっと見てください。これ折れる前に回ってるんですよね、少し。ほら、少し回ってるでしょ。ハンマードリルでこれ以上無理だっていうところまでやって、その後インパクトに取り替えたら少し回ったってことは、ハンマードリルよりもインパクトレンチの方がトルク、いわゆる回転力が大きいっていうことですかね。まあ普通に考えるとそんなことはありえないんですが、もしかしたらコンクリートのような硬いものに対してはハンマードリルの方が強いんだけども、木材に対してはインパクトの方が強いっていうことかもしれませんね。ちょっとこれはなんかマキタの人に聞いてみたいですね。とりあえずこの後このビットを外して、この本体を、くさびで割って救出して、やめました。このビットだけ折れちゃったっていうのをどうしましょうかね。また宿題ができちゃいました。ファクトリー9ということで巻き割り用のドリルいろいろ試してはみましたが、まあ僕の印象としてはそれほど使える道具でもないかなって気もしますね。でも巻き割りに関することはいろいろ興味があるんで、これからもいろいろと試していきたいと思います。今回の動画いかがだったでしょうか。もし気に入っていただけましたらチャンネル登録、高評価、コメントなどもお願いします。